フェラテ。じゃあ今日の動画ではおやつを作ろうと思います。今日朝ごはんを食べたんだけど、パンを1個だけ食べて、今もう夕方の18時でお腹が空いてる状態です。で、これから買い出しに行こうと思ったんだけど、空腹の状態だと余計なものまで買っちゃいそうなので、とりあえずお腹を満たしてから行こうってことでパンケーキを作ります。卵2個、牛乳にしようか。豆乳でもいいみたい。参考にしたレシピはね、リンクを貼っておきます。そうだ、2倍量で作るの忘れてた。とりあえず粉類以外のものを入れました。混ぜていきます。私過去にめっちゃ空腹の状態でスーパーに買い出しに行って予算オーバーしちゃったことがあるので、その経験を生かしてお腹をいっぱいにして買い出しに行くようにしてます。お腹が空くと菓子パンとか買っちゃいます。北海道の蒸しケーキっていうのがめっちゃ好きで、北海道のね、地図の形が描かれてる蒸しケーキがあるんだけど、それをね、買っちゃうんですよ。まあでもそれはね、結構お腹別に空いてなくても食べたいなって思う時に食べるんだけどね。今日は小麦粉じゃなくて米粉を使おうと思って、こちらのカルディで買った米粉と、あとベーキングパウダーもあります。2倍量入れる。バターを溶かします。で、さっくり混ぜます。めっちゃお腹すいた。レシピによるとこの量でだいたい小さめのパンケーキが8枚分くらいできるみたいです。バターと蜂蜜をかけたら絶対美味しい。ちょっと固めの生地なのかな。ちょっと牛乳入れてもよかったかな。お腹が減りすぎて最初に焼いた2枚食べちゃった。ちょっとでもお腹に何か食べ物を入れると落ち着きますね。じゃあ本題に入るんだけど、私が去年同棲を始めてからこの今のお家での環境とか悩みっていうのが、ちょいちょい出てきたんですよ。よいしょ。あ、割れちゃった。失敗。まあ大丈夫、なんとかなる。例えばね、収納が少ない問題とか、もうちょっと部屋が広ければな問題とか、いくつかあるんですけど、割と大きめの悩みが冷蔵庫問題だったんですよ。今私の家にある冷蔵庫がちょっと低めで、私の身長よりも低い、これぐらい120センチぐらいかな。容量で言うと238リットルですねのサイズで、1人の時は全然問題なく使えてたんですよ。たまに冷凍庫がもうちょっと大きければなって思う時はあったんだけど、2人暮らしになってからおいちゃんもめちゃくちゃ食べる方だし、コストコに行く機会が増えて、より冷蔵庫を大きくしたいっていう気持ちが芽生えてきて、最初からフライ返し使っとけばよかった。そしたら失敗しなかった。私がね、限界が来たなって思う瞬間があって、フルーツを冷凍しようと思って冷凍庫に入れたんですよ。だけどもう冷凍庫自体がパンパンだったのにもかかわらず、私が無理やり入れて冷凍庫の引き出しを閉めようとしたら、そのフルーツが潰れちゃって、私それがねちょっとショックで、冷蔵庫がねもうちょっと大きければそんなことにはならなかったのにって思って、でそれでおいちゃんに相談したら、冷蔵庫見に行こうってなったんですよ。そ
それで家電屋さんをいくつか回ることにして、で個人的にこれめっちゃいいじゃんって思う冷蔵庫があったんですよ。その冷蔵庫がどういうのかというと、大きめの四角い冷蔵庫で、右と左に分かれてて、右が冷蔵部分になってて、左が冷凍庫になってて、でも本当に収納もたっぷりあるから、これがあればすごい助かるっていうことで買おうと思ったんだけど、まず買う前にうちの家の中に階段があるから入るかどうかっていう確認にまず家電屋さんに来てもらったんですよね。そしたらもう家に入った瞬間からこれはちょっと厳しいですねって言われて、私たちお家ね、玄関入って靴箱があって階段に上がれるんだけど、階段の上に低めの天井があるんですよ。言葉では説明が難しいんだけど、その低めの天井がネックになってて、その天井がなければ大丈夫だったみたいなんだけど、もうその天井があるからちょっと厳しいですねっていう話になりました。じゃあどのサイズだったら置けますかねっていう風に聞いたら、今うちにすでにある冷蔵庫が結構ギリギリですって言われたんですよ。私ね、この冷蔵庫をここの家に引っ越して買った時に、サイズも扉のサイズだけは測ったんだけど、これなら入るでしょうって思うサイズの冷蔵庫を適当に選んで買ったものが、もうたまたまこの家に入るサイズのギリギリの冷蔵庫だったみたいで、危なかったなって思いました。それでその入るか確認に来た方が、でも中には同じサイズの冷蔵庫をもう1個並べる方もいるって言ってたんだけど、それだとさすがにね、横幅も取っちゃうから、せっかく確認に来ていただいたけどちょっと考えますって言って、その冷蔵庫はキャンセルしました。またこの家に入るサイズの冷蔵庫一から探すかってなってる時に DM が届いて、で私がインスタでね、冷蔵庫を探しているっていう風に書いてたんですよ。でそれを読んでくださった方が、冷蔵庫を探していると拝見しましたが、セカンド冷凍庫もおすすめですよ。我が家は夫と2人暮らしで、いつも冷凍庫がパンパンでストレスでしたが、セカンド冷凍庫を買ったらパンやお肉や冷凍食品などがたくさんストックできてすごく便利です。コストコの購入品も冷凍するものが多いと思うので、よかったら冷凍庫もぜひ検索してみてくださいっていう風に教えてくださって、確かに冷凍庫を探すのもありだなって思って、今まではね、冷蔵庫ばっかり探してたんだけど、この DM をいただいてから冷凍庫も探してみることにしたんです。パンケーキ完成。いつもよりはちょっとうまくできなかった。で冷凍庫いろいろ探して、私ね、こういう家電とか何を買おうか考えるのがめっちゃ好きなんですよ。選ぶのも楽しいし、どういうのにしようかなって、どんな冷蔵庫とか冷凍庫があるんだろうって見るのも好きだから探してて、でそしたらちょうどサイズ的にもうちに入りそうな冷凍庫が見つかったので、昨日注文しました。めっちゃ嬉しい。でそれがね、まだ届く日が決まってないけど、明日かな明後日くらいかな、届くみたいです。もう本当にそれがね、嬉しすぎて、どこに置こうかっていうのはまず決めてないんだけど、こっちにしようか、この後ろのね、コーヒーマシンとか置いてる棚があるんだけど、それをずらして置こうかとかいろいろ考えてます。結構ね、メジャーもキッチンに置いたままで測ったりして。でこの私が買った冷凍庫がアイリスオーヤマっていうところの冷凍庫なんだけど、私が使ってるレンジとかあと炊飯器もアイリスオーヤマのもので、私が一人暮らしを始めたばかりの時に買ったものを今でも使ってるんですよ。レンジと炊飯器。炊飯器はでももうちょっとで買い替えかなっていう感じなんだけど、レンジはまだまだ使えそうですね。だからそのメーカーにして冷凍庫だけのものを買ったんだけど、80リットルのものを買いました。で横幅が35、6センチくらい、これぐらいの幅、めっちゃスリムですよね。結構奥行きがあるみたいで、実際実物は見てないから何とも言えないけど、サイズはキッチンにはちょっとこの辺をね移動させたりしたら入るかなって思ってます。 DM くれた方めっちゃ感謝です。今まで冷凍庫が小さかったから、お肉とか冷凍するのも結構一苦労だったし、冷凍庫に詰めてで閉めるまでっていうのが結構ね大変でした。それから解放されるって考えるとめっちゃ嬉しいです。何か
食材を買った時とかもとりあえずカットして冷凍庫に入れたりとかっていうのがねできるから、これからの自炊生活も楽になりそうです。私が最近買った冷凍庫の話でした。金額は4万円くらいのもので、おいちゃんが買ってくれました。ありがとうおいちゃん。もともとね、おいちゃんが冷蔵庫は買ってくれるっていう話だったんだけど、冷蔵庫じゃなくて冷凍庫になっちゃったけど、下に敷くマットとかは Amazon で別売りのものも注文しておきました。アイリスオーヤマの冷蔵庫のサイトでプラス3000円くらい追加したら下の透明のマットがついてくるっていうプランもあったんだけど、1000円ちょっとで Amazon で見つけたので、私は冷凍庫単品の商品を選びました。じゃあまた冷凍庫が届いたらいろいろね設定して中身を整えたりして動画で紹介できたらなと思ってます。パンケーキも美味しそうに焼けたのでまたいただきたいと思います。その後は買い出しに行きます。本日もご視聴いただきありがとうございました。